皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。皆さんも一度は思ったでしょう。あのキャラがママになってくれたら絶対に幸せになれると。東方キャラは基本少女だけど、一部母性感あふれるキャラがいるんだよな。数々の魅力あるキャラの中でもこのキャラが母親なら幸せになれるというキャラを10人抜粋してきたのでお楽しみに。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくれよな。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、母親になってくれたら幸せになれそうなキャラは、東方高魔教の3面ボスを務めた中華妖怪の本メイリンです。美人で優しいメイリンお母さんはシンプルに最高すぎるよ。彼女は高魔館の門番をしている妖怪で、湖の向こうからやってくる侵入者の撃退が仕事です。妖怪の中では珍しく礼儀はとても良く、天使のような地位の高い存在だったり、幾のような物腰の丁寧な相手には敬語で話しています。門番という来客対応をする仕事だから当然とも言えるけど、ここまで忠実なのは妖怪にしてはかなり特殊なキャラだよな。礼儀正しく、それでいてとてもおおらかな人物なことからママにふさわしい。また、門番以外にも庭園の手入れは彼女が担当しているようですね。なので家のガーデニングもこなせるという嬉しすぎるポイントが。それはありがたすぎるな。住んでいる家をきれいにしてくれるなんて助かるよ。欠点としては、巫女は食べてもいい人類だって言い伝えがあるなどと言っているため、妖怪の例に漏れず人食いタイプの妖怪らしいので食事関係に注意が必要ですね。まあ絶対人間しか無理ってことはないと思うから他で補ってくれるとは思うんだが。ちなみに高魔館から十分な食料を提供されているので、人間を襲うことはないようですよ。多分、ゆかりとの契約のやつだろうな。そしてメイリンといえば寝ることが大好き。なのでメイリンママとお昼寝なんていうのもいいでしょう。そのまま永遠に眠ってもいいと思えちゃうね。人当たりも非常に良く、試合を申し込みに来る人間の格闘家も多いようですよ。隙がなくバランスはいいから人間には滅法強いので門番に採用されているんだぜ。また、東方地霊記伝で昨夜がパチュリー殺害未遂容疑で捕まった時はノリノリで捕まえる側をしていたりとお調子者な一面もあります。もう毎日が可愛いし、楽しいだろうね。そんな感じで妖怪なのに霊夢や昨夜などラスボスじみた人間たちよりよっぽど人間らしいですね。またチャーハンとか餃子とか中華料理の鉄人なイメージがあるぜ。東方地霊記伝では昨夜曰く中華式の紅茶を入れているようで、公式的にも料理も得意な可能性が出てきました。この門番ハイスペックすぎでしょ。本命輪の魅力はそこではとどまらず、レミリアお嬢様と漫画の貸し借りをしているらしく、子供との相性も抜群。また、こう見えて肌荒れなどを気にする結構な乙女な部分もあってお姉さん感が感じられますね。なんといっても母親って忍耐力がいるけど、メイリンは門番で鍛えられているから安心だよ。間違いないですね。あとは運動も喜んで一緒にやってくれたり教えてくれそうですので、健康的な生活も送れそうですよ。運動というと、一度はメイリンとあれをやってみたいよな。パチュミリンラッパー。霧雨マリサ好きだー。ということで次に紹介する、幸せになれそうなおかんは、上白沢ケイネです。ケイネ母さんが欲求不満になってないか心配です。ケイネは普段は人間の姿ですが、満月を見ると白卓に変身するわ白卓。半人半妖でありながらも人間を愛し、常に人間側に立って行動しているという優しい人。満月の夜は白卓の能力を活かし、幻想郷の歴史の編纂作業を行っていますよ。言わずと知れた寺子屋の先生であり、子供たちに授業を教えていますよ。また人間の里で子供たちのために寺子屋を開いていることから、面倒見がいい人だということがわかるよな。ただし難解で退屈な授業だと評判らしいです。そこもケイネの可愛いところではあるよね。ケイネが賢いのは元ネタの白卓が中国神話時代の皇帝が東順の檻に遭遇し、白卓は1万1520種類に及ぶ領域神について皇帝に語ってみせ、これら世の害を取り除くための対処法を助言したという話から来ているのでしょう。それだけ賢い人なので、勉強も見てもらえるのはめちゃくちゃ助かるよ。そしてこの白卓か中脇が立っているらしく、不用意に近づくと頭突きをされる恐れがあるとされていますね。満月の夜の時だけらしいので、そこまで気にする必要ではないだろう。面倒見のいい素敵な人なので母親になってくれたら幸せになれますよ。ケイネ先生が母親だった場合その子供って絶対性格いい子になってそうだもんな。わかる。もし子供がいたらケイネさんのところの子供と遊びなさいって言いますよ。そういった想像ができるから、二次創作ではルーミア、チルノ、またレイムの母親的な立場になることが多いですね。それだけ面倒見のいい人だってことがわかるよ。ただ怒らせたら頭突きを食らわせられる可能性があるので気をつけましょう。一度は食らってみたいけどね。それでは次に紹介するのは蓬莱山かぐやです。竹取物語のお姫様がお母さんに？そう、彼女は私たちが知る竹取物語の本物のかぐや姫です。
その美しさから、5人の貴族に求婚を持ちかけられたり、帝までを虜にして高級を乱したという伝説があるほど、ゲームではお姫様ゆえか、あんまり出ることはなく、書籍は意外といろんなところで活躍していますよ。東方暴月賞の小説版や東方地霊記伝では、表紙の表を担当したりと書籍作品は陣取っているよね。ウサギたちのリーダーである帝の手下のウサギたち、いわゆるモブイナバを可愛がっているようで一緒に写っている場面が多いですね。このほんのり感がかぐやのいいところだよ。帝も冷戦も4コマではかぐやの提案に対してウサギたちを動員して手伝ったり、かぐやが何かやり始めるきっかけを恋に作り出したりしていました。稲葉帝は姫様とは呼んでいるもののタメ口でかなり来やすい様子。漫画版の東方暴月賞では、迷いの竹林の長老帝が、賢い御人たちと言っていたりとかなり慕っているしな。エイリンに叱られて家出した冷戦を自ら迎えに行って慰めつつ連れ帰ったりと、ペットにすごく優しくて、面倒見がいい。またエイリンというと、カンヌシズン3からも天才と言わせるほどの賢いキャラですが、月を裏切ってまでかぐやについてきているので、相当な信頼関係を築いていることがわかります。ただ美人なだけではなくて、人当たりも美しい人だということか。やはり長く生きているだけあって、アキュー曰く話すのがとても上手なようなので、相談事があればかぐやママに相談するといい方向に導いてくれるでしょう。これはぜひともかぐやママとお話ししながら膝枕して耳かきされたいよ。なんといっても美人で話し上手なかぐやのことを嫌いになる子供なんてそうそういないだろうね。母親への反抗期を迎えずに育っていきそうですし、かぐやがママは絶対幸せでしょう。親友のもこおばあちゃんのところにも遊びに行けますし、死ぬほど可愛がってくれそう。ということで次に紹介するのは守谷諏訪湖。ロリママという新たな境界線へ。諏訪湖といえば、守谷神社の祭神だったのですが、かなことの戦闘で神力の差を確信した諏訪湖は潔く王国を明け渡し、隠居生活に入ったのです。しかし自分の国を領土で争った相手にもかかわらず仲良くしていて、風神録では感謝しているとも言っています。もともと敵対していた相手にもちゃんと感謝をできるところいい人格者だよ。そう思わせているかな子様もいい人ですね。また容姿もあまりにも可愛らしいんですよ。まず諏訪湖を語る上で忘れていけないのは、あのケロ帽をかぶっていて、背丈はかなり低い。霊夢たちよりも背が低いと思われるので、137センチあたりでしょう。だいたい小学5年生あたりの身長ってことになるな。また基本の立ちポーズが四つん這いだったり、歩くのではなくぴょこぴょこ跳ねてたり、バタバタして飛んだりとカエルを彷彿とさせる行動が多く、見ているだけで癒されますね。跳ねる時に諏訪湖様のパンツが見えないか心配。またこう見えてこちやさなへの遠い先祖なのです。遠い孫よりも子供っぽいおばあちゃんってところ面白いよ。ということは子供を産んだのかと疑問に思いますが、神様は自分で子を授けられるのでご安心ください。また諏訪湖は未釈寺様を統括しているすごい神で、元ネタをたどると縄文時代からいた神様でその年齢は計り知れないほど、それほどの神様なのにあんな可愛らしいのは魅力的すぎてせこいぜ。このことからママというよりおばあちゃんっぽいところがあるんですが、孫を可愛がっているところ母性感もあるのでいい母親になってくれるでしょう。わかる、見た目は幼いが不思議と諏訪湖って年配に感じるよな。そうそう、特におばあちゃんっ子の方は諏訪湖がぴったりでしょう。しかし授業参観とか、プールとか行った時に周りの目やばいだろうね。お母さんの方が年下に見えると色々事故りそうですね。ということで次に紹介するのは、同じく守谷神社の神である八坂かな子です。印象付けするために諏訪湖の後にするな。八坂かな子は名字は八坂ですが、守谷神社に祀られている祭神の一柱、妖怪の山にある守谷神社で、巫女のこちやさなえと、もう一柱の神、先ほど紹介した守谷諏訪湖と一緒に暮らしていますよ。威厳のある容姿や圧のある赤の服を着ていて、強力な力を持っていますが、性格は意外とフランクなお方。また漫画、茨城河川で出てきたかな子様は、あの特徴的なふわふわヘアからなんと後ろに髪を束ねていてすごく美しい美人すぎるぜかな子様。東方茨河川では序盤から登場していて、しかも単行本8巻では表紙のメインにもなっています。漫画でも大活躍と、最近では東方水鳥花や、東方地霊記伝でも相変わらずのお茶目ぶりを発揮して活躍。さらにゲームでも東方強力異文でも大活躍。さてさて、2022年の人気投票ランキングはどうなんだい？ 79位です。なんでやねん。マリサさんいいんですよ。かな子様の魅力と信仰はまだ私たちにしか知られていないってことですから。いや信仰は増えた方がいいでしょ。ちなみに裏設定として、後ろの綱は諏訪湖に買った証です。口調も普段は柔らかいので、かなり親しみやすい神様。霊夢もえらくフランクだと驚いていたよな。これは友達感覚の方が信仰が集まりやすいからだそうですよ。豊佐とミミミコも同じような手法を使っているよね。そんなかな子様はちょっと気の強い関西のおかんといった感じですよね。元ネタが関西だからっていうのもありそうだがな。威厳がありそうですが、人間
然交流度は高く親しみやすい人、また贈り物には弱いらしく可愛らしい一面もありますよ。また東方水長家ではお酒の味に詳しく、目利きもいいことからおそらく料理ができると思われます。森屋一家の家事の仕組みはどうなってるか気になるよね。あと物作りが非常に得意で、諏訪湖と力を合わせれば妙蓮寺のような豪邸も作れるようです。かな子の能力は剣を想像する程度の能力だぜ。オリジナルの豪邸に住めるようになるのはすごく嬉しいところだよ。なんといっても超美人。特に漫画作品でのポニテかな子様が美人すぎる。図面でわかりにくかったが、髪をまとめることで若さと可愛らしさを演出しているよな。ポニテで言うと特に東方キャノンボールのかな子様がマジで美人でしたね。わかる、あのかな子が見れなくなったのは惜しいところだよ。また北条の神でもあることからスタイルもいいでしょう。実際に、茨河川ではあの河川に引きを取らないほどの大きさ、頼りがいがあり、スタイルもいい素敵な母親になってくれるでしょう。母親にスタイルを求めるっておかしいけどね。マリサさん。お母さんでも愛さえあれば関係ないらしいですよ。それお兄さんの場合だから。さてさてお母さんになってくれたら絶対に幸せになれるキャラは、東方漢樹伝の6面ボスを務めた純子です。東方プロジェクトのママキャラの代表だもんな。そういえば6面ボスなのに名字ってないよね。そう、ウィン版では初の名字がない6面ボスです。さらにウィン版の東方史上初の2つ名を持たないボスなのです。恨みに純化された例であり、すでに自らが何者なのかという情報すら必要としなくなっていました。ドレミーに強く生きてって応援されてほしい。そのため息子娘になる私たちも名字がないままの可能性もあるので、困ったものです。名字がないと卒業式の時とかめちゃくちゃ恥ずかしいよ。3年1組霧雨マリサ、同じくいざよい昨夜、同じく、レイム、みたいなことになると大変ですね。まあ美人な純子ママならすぐに新しい夫を見つかることでしょう。3人のうちの誰でもいいからヘカーティアとお付き合いすればいいんだよ。ラピスラズリ純子も大概だけどね。そんな威圧感を表すために名前のフォントも他のものよりも大きくしているようですよ。自分の存在も忘れるぐらい恨んでるのは元夫に子供を殺されたからなんだよな。そう、月の女神であるジョーガの夫でもある彼とジョーガを恨んでいるようです。ややこしいところだが一夫多妻制なんだろうね。神様をモデルにしているだけあって、渡月姉妹もそんな感じでややこしい関係性だよ。恨みは純化され、一人歩きしている状態だったのですよ。エイリンによれば、昔からたびたび月の都を襲撃していたらしいですね。ただ壮大かつ率直な物言いをするのですが、ジョーガや月の民以外のことに関しては礼儀のいい接し方をします。確かに誰に対しても敬語を使っていて恨んではいるけど、特に取り乱すことはなかったよな。もともと恨みなんてなかったらめちゃくちゃいい人そうだぜ。また歴代の図絵の中でも中華風の美女感がよく伝わるような立ち絵となっていて、彼女がどれほど美人なのかわかります。怒ると超怖そうだけど、それ以上に愛情深く愛してくれそうだよな。本来なら怒るようなことはないぐらい純粋に愛してくれる人かもしれませんよね。そして二次創作では、この保護愛や慈愛が現れている時にはあだ名として、純子ママと言われていますよ。前回の際どいあだ名でも紹介したけど、いいあだ名だな。また漢樹伝の後に1000回などどこかに料理店やスナックを開店し、その店のオーナーなどとしての純子ママが確立されるなどの二次創作もありますね。ロスワとか同じく公式一妻の聖画とバーのママさんとして活躍していたぜ。人妻キャラを取り上げてイベントを作るところ面白いですよ。一度は愛情深い純子ママと添い寝でもしてみたいものですよね。そしてそれが叶ったらこう言いますよ。見ているか、視聴者よ。どうやら嫉妬心を操る程度の能力を手に入れたようです。それでは次に紹介するのは、ガンガン行く清純派ママの聖白蓮。白蓮はもうナンバーワン候補と言ってもいいぐらいママになってほしいキャラだぜ。可愛い愛情深いスタイル抜群という三拍子揃ってますからね。もう白蓮ママがいたら彼女彼氏いらなくなるよ。ここまでベタ褒めなのは、白蓮が本当に親切な優しい人だから、まず白蓮の人徳の凄さは、東方青蓮戦の物語自体、バラバラになっていた妙蓮寺の面々が再結集しみんなで聖を助けに行こうというもので、聖白蓮の人徳がよくわかりますね。確かに、孤立を好む妖怪が危険な地底に行って魔界から連れ出すなんて相当慕っていることがわかるな。白蓮は妖怪を味方してしまったことで、人間たちに魔界へと封印されたのですが、封印から解けた後は報復どころか幻想郷の人間たちを正しき道に導いています。人を許すことってなかなかできることじゃないが、それをこなすところさすがはガンガン行く僧侶なだけあるよ。彼女の教えはとても素晴らしく、例えば東方水長家では掃除、洗濯、炊飯など身の回りのこと、つまり当たり前のことを大切にすることによって世界も変わるということを説いていますよ。当たり前のことを当たり前だと思わないことが大切ってことね。なかなか恐れ多い人に感じますが、明らかに年をごまかした広告を作ったり、バイクに乗り出したり、取材で張り切ったりと、お茶目で親しみやすい母親要素がたくさんありますね。特にドライブ好きの人は白蓮ママとツーリングなんかできるからいいよね。また鳥獣戯学に叱るみたいに、怒るところは怒れるという母親にとって大切な部分も持っているんだよな。そしてなんといっても皆さん、また公式的に母音キャラでスタイルも抜群。だから母親にスタイル派関係ないでしょ。マリサさん。
私たちはまず何で育つか知っていますよね。それでは次に紹介するキャラは坂田ネムノです。ネムノはそもそもおっかさんキャラで人気が高いよな。そうそう、なんといってもこのネムノなんですが、東方キャラ屈指のデカさなんですよ。ネムノの解説の時セクハラから入るルーティンは何なの？歴代の東方キャラというと、全員少女という設定上、みんなあまり胸を大きく描かれることはなかったんですよ。東方天空賞以前保存絵で見るとおそらくここまでくっきりなのは、小野塚小町ぐらいだが、ただ単に着物がゆったりとしている説があるんだよな。東方天空賞では牛崎うるみが牛キャラと元ネタの妖怪らしくスタイル抜群で登場していますね。そして彼女の種族は日本昔話でもよく出てくるヤマンバ。ヤマンバは幼少の頃の坂田金時すなわち金太郎を育てた母親という説があるので、名字の坂田はそこから由来していると思われますよ。そしてネムノの元ネタと思われる金太郎の母の八重桐は形成で、色気もあったようですよ。だからネムノもスタイル抜群となったのかもな。スタイルも抜群らしいし、あやからも実はこういう敵と言われるほど性格もいいので魅力的な妻なんですよ。妙にデカすぎる中華包丁を持っていて、恐ろしさもあるけど料理に関しては料亭の味を上回るほどの料理センスを持ってそうだぜ。わかります？山の名物料理が毎日食べれちゃいそうですよね。山菜料理とか肉料理とか得意そうだぜ。特にロスワとかで料理キャラとして定着してますよね。そうそう、ロスワのネムノはマジで美人で料理衣装の時はポニーテールにしていて色気がさらに増しているんだ。田舎でネムノウッカーとゆっくり過ごしたいっていう方も間違いなくこのキャラクターでしょう。もしかしたらそれが一番幸せかもしれないな。それでは9人目の神ママは渡月豊姫。隠れ美人神ママキャラ。豊姫は東方暴月賞で登場した月の使者のリーダーである渡月姉妹の姉。渡月豊姫は姉であり容姿としては金髪で服が青、帽子をかぶっていますね。薄紫髪で服が赤、黄色リボンで結んだポニテの方が妹の渡月頼姫ですよ。二人とも月の防衛と地上の罪人の監視を行う月の使者のリーダーを務めているんだ。二人は昔矢心栄林に指示していて、栄林が蓬莱山かぐやのために月を裏切った今でも死として敬い慕っていますよ。そもそもれっきとした一妻キャラだしね。そう、二人はその栄林の桃園の親戚であり、栄林曰く人間風に言うとですが、豊姫が栄林の又追いの嫁、頼姫が又追い夫婦つまり豊姫夫婦の息子の嫁、という形になっています。こんな美人若奥様姉妹がいるとは。ロスワでは頼姫にバニーの格好をさせています。超高貴な若奥様にこのセクシーバニー衣装を着させたのね。豊姫は天真爛漫な性格で、見た目とは裏腹にかなりのおてんば娘で親しみやすすぎる性格をしています。頼姫とは対照的に玉兎たちには甘く、お菓子や桃などをこっそり差し入れたり、訓練と称して雑談したりしているため慕われていますね。このことから子供や部下の扱いがうまいことがわかるので、母親にふさわしい部分を持ち合わせていますよ。また4コマ漫画なだけあって月の稲葉と地上の稲葉の方では、天然キャラの要素がより前面に打ち出されていてめちゃくちゃ面白い。上気のセンスがあるっていうのは大事だよな。毎日一緒に過ごすことになるのでやっぱり面白い人の方がいいですよね。まだ食べることも好きなようで、一緒にカフェ巡りなんかもしてくれそう。豊姫ママはにやけるぐらいいいよ。本当に毎日友達家に呼んで自慢しますね。お前んちのおかん美人すぎやろってなること間違いなしだぜ。また豊姫だけに胸もゆた。ではラストに紹介するのは東方茨河線の主人公の茨城河線です。叱られるのが楽しみでいたずらしちゃいます。妖怪の山で屋敷を構えて暮らしている仙人であり、本人曰くまだ修行中とのこと。巫女や聖画も高みをまだ目指しているから仙人キャラは欲深く、努力家のやつが多いことがわかるぜ。なるほど、それは考えられますね。河川の性格はマリサ曰く余計なおせっかいを焼くと言っていて、実際説教に多い発言が目立ちます。東方神秘録の勝利シーンでも説教風なものとなっているよな。陰ながら幻想郷のために働いていて、東方神秘録では率先して異変を解決に導こうとしているところを見ると、非常に真面目な人だということがわかりますね。なので、私たちが道を踏み外しても正しい道に正してくれそうです。また能力は動物を導く能力で扱いがうまく、たくさんの動物を飼っていますよ。動物好きに悪い奴はいないから、いい母親になってくれそうだよ。また甘いものが大好きなので、特に女性の方は河川ママと一緒にスイーツ巡りとかできそうですね。それすっごくありえそうだし、河川とスイーツ巡りは楽しそう。河川の甘いものを食べている時の顔を見ると幸せになりそうですよ。SNS では大沸騰中のスイーツとか誘って連れて行ってくれそうだよ。でもってスタイルも抜群。身長はレイムやマリサより頭一つ分弱高く、道を急いでいたマリサが河川と衝突した際、マリサの額がぶつかったのは河川の方だったので、14歳の日本人女子の平均身長は156センチなので、レイムもそのくらいと仮定すると、河川の身長はおよそ165センチということになりるので結構背が高くてモデル体型なのがわかります。これ博士が授業参観で話題になること間違いない。先生に代わってお仕置きしてそうですが、ちょっと説教臭いところはあるもののそれも兼ねて彼女の魅力。河川ママも絶対いい母親になってくれるだろうね。
このように東方キャラは、ぜひとも身近な存在になってほしい程度に非常に魅力があるんですよ。正直誰でもいいからなってほしいよな。視聴者さんは誰が母親になってほしいかコメントで教えてくださいね。また次回は娘になってほしいキャラなんかもやってみたいですね。ルーミや、チルノといったような幼女キャラも調べてみたいぜ。面白かったと思ったらチャンネル登録、また歴代の際どいあだ名なども紹介しているので見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。